享保元年、八代将軍の座をめぐって紀州藩主吉宗と尾張宗春が激しい争いの末、吉宗は将軍となった。だが尾張との確執はそのまま残った。お出会いなされ、皆の者、くそ者の戦議をいたす。お出会いなされ、皆の者、くそ者の戦議をいたす。お出会いなされ。申し上げます。上様の御前に毒が盛られましてございます。何、上様の御前に毒が。鈴口やすべての御門の礼儀を差し止めよう。くせ者の戦議じゃ。上様、大事ない。いや、大事ない。知事は、実を申すとな、この10日余り欲しいばかり食しておる。力が入らんのじゃ。もったいのうございます。八代将軍ともあろうお方が毒殺を免れるためには久遠に越したことはないと思うての。モンド様がカエナゲモンド様がおそばにおられたらこのようなことには。これはもうただの脅しに過ぎんのじゃよ。脅しではございません。天下の将軍家のお命を縮めまいらそうとこの大奥まで忍び入ったものがある明らか。脅しではございません。モンドは来てくれるか。上様、今しばらくのご辛抱を。上様のご身辺警護はどうなっておるのじゃ。多くの仲間で尾張の患者に入り込まれるとはなんてあることか。やはり尾張か。昨夜のくせ者を取り押さえましたが自害をいたし、いずれの手の者かは今のところ不明でござる。万に一つ、上様の身にもしものことがあれば我ら老中が腹を切って済むことではない。尾張をこのままにはしておけん。ひいてはご公儀の権威にも関わること、厳しく詮議いたさねばなりますまい。土屋殿、老中主座としてのご決断を賜りたい。尾張が動いたとの確証は何一つござらぬ。しかるに騒ぎ立てて表沙汰にいたせば天下騒乱の元となるは必要。それがしに任せていただこう。事を荒立てず今しばらく見守るが寛容かと考え。しかし確実に尾張は動いた。将軍吉宗毒殺未遂事件によってその火蓋は切られた。折も折、ひときわ異彩を放つ男が江戸に入った。その名はカイナゲモンド。命は残してやる。血止めをすれば一命は取り留めよう。いらっしゃいませ。
この寒空に素足で千々岩様の名は縁と申します。お上か。はい。冗談じゃねえよ。見ず知らずの男の足を洗ってやるなんてよ、本当に。千吉兄貴はおかみさんに惚れてっからよ、無理もねえやな。千吉さん、新助さん、2階のお客様に腕によりをかけて最高のものをお出ししておくれ。いいね。何者です、あの浪人。だから千々岩様からお話のあったお方。そう言って分かったんですよ。正体は何者だと言ってんですよ。さあ、わからないけどそんなことどうでもいい。お酒おかしてあるわね。はい。お魚とりあえず見繕って早く。えい。いくら腕によりをかけたってどこのスローインだかわからねえ野郎なんかに江戸で一番の八百伝の敷いたこの千吉様の味が賞味できなかったんだ。おかみさん。大目付千々岩様配下明石多門と申す。役目から表を伏せるが許せ。参っておられるな。女と見まごうばかりの美しい方であろう。総髪着流しの。はい。つい先ほど。板場に案内してもらおう。どうぞ。何をなさる。毒じゃ。え。食して小半時後に死に至る。明石様。案ずることはない。これは試しだ。試し。あの客は買い投げモンドと申される。今度新規お召し抱えの将軍家お毒味役。お毒味役でございますか。どのような毒でも一口含んで分かるようでのうては務まらぬお役目。さればこそ千々岩様がまずはこの八百膳にお招きになり、そのお毒味の腕を試されるのだ。さあ運んでもらおう。待て。お上では素振りで見破られる。そなたに頼もう。
よろしければ私が冷えた足をお温めいたします。その肌でか。はい。血止めをいたせば、あるいは一命は取り留めよう。あの者たち、大目付の配下ではない。偽物。ここへ立ち寄るようにと招きを受けた時から見抜いておる。毒は雪か。モンド様、よくご無事で。私の体には毒は効かん。おえん頼みがある。千々岩の屋敷へ参って途上のための衣服一揃え受け取ってきてもらいたい。はい。板はその方か。隠し酢だこは湯にし、小串より薄口に切り、酢に塩を少し合わせて浸し置き、その酢を5度変え、その度ごとに手で揉む。しかして出すときはよく絞り、生姜の千切りの上に乗せれば酢だめになることはない。手抜きはいかんぞ。行ってらっしゃいませ。戻ってまいれということか。戻ってこよう。命あらば。モンド様。罠とお知りになりながらこの八百善へなぜでございますか。乾いてそうられば。この夜、将軍家お毒味役貝投げ問答、江戸城大手門より登場した。アボキャーベルシャママカボダラマニハンドマジンバラマカハリタヤ。死ねよ吉宗、生きたえそうらえ。死ねよ吉宗、生きたえそうらえ。吉宗めが攻めに転じたと申すか。吉宗様というより、あの貝投げ問答がどのような手を打ってくるか見ものにござります。手ぬるいのう。なぜ私が宇都宮からこの江戸へ出てきたかわからぬのか。我が弟尾張の宗春を
何としても将軍職につけねば私の恨みが晴れぬ。尾張宗春様こそ生まれながらにして将軍職を継がれるお方。この甲賀一門の復活もまたこれにありと承知。申し訳ございませぬ。恐るべき使い手にて。かのお毒脈を仕留めることのできる者は闇鶴殿を置いて他には。鶴、仕置きをいたせ。お待ちくだされ。お許しくだされ。甲賀くの一に下張りという技があり申す。毒を仕込んだ針を食らわば、その毒吐くもかなわず吸うもかなわず、瞬時にして死に至る。待て。吉宗にはまず尾張に将軍職を譲る誓紙を書かさねばならぬ。それなればこそ買い投げ問答。鶴、お毒味役は毒を技とする役目。口では聞かん、目を狙え。毒を強うして眼はつぶることはあるまい。なりませぬ。いかにお梅付様の後ろ盾があろうと、このような夜更けに上様にお目通りなどもってのほか。お前はお毒味役。上様がお口になさる者すべてのお毒味をつかまつるのが役目。なりませぬ。この若さが許しませぬ。強いてお通りならばこの私を。この私を何といたそう。我が里やら御前どころやないとせ。門蔵。御前でありまするぞ。待ちかねたぞ。お痩せになりましたようで。さようか。いやまあひもじゅうて死にそうじゃ。見事。門蔵、食しても大事ないか。お心ゆくまで。お待ちください。その箸を。銀幕の箸でございますが。若さん、この箸をその金魚鉢へ。不平な。わらわが手ずから何度もあろうたものを。若さ殿、
わらわは何も。わらわは。箸袋。おそらくはこの箸袋に毒は金ハブ。この箸袋は呉服の間に命じまして。上様、この箸を。うまい。こんなうまいものがこの世にあったとはのう。将軍などという権勢の座に人の幸せはございません。紀州へお戻りになられてはいかがですか。両替者、上様に対して後祭り、なんて無礼な。ああ、捨ておけ捨ておけ。モンドは世のせがれじゃ。世が部屋住みの頃にな、ある女子に産ませた子じゃ。若さん、呉服の前穴を頼む。はい。この箸袋を作ったのは。存じませぬ。この箸袋を作ったものは。存じませぬ。おこの。よう来てくれたのう。何年になるかのその方と別れて。あ、そうじゃ。明日お前をな、閣僚たちに引き合わせよう。今のうちにその方の望みを聞いておこう。何なりと申してみ。ありません。いらぬと申すのか。はい。地位も富も名誉も権力も何も欲しくはござりませぬ。何故じゃ。我が心乾いてそうらえば。すまぬ。幼い頃から毒味役になるために育てられてはひねくれもしよう。ひねくれてなどおりませぬ。私があなたの毒味役としてここへ来たのはただ母の言葉を思い出しただけのこと。亡き母が私に申しました。父を守ってくれと。その亡き母に代わってあなたを。あなたは紀州藩主になるために母を捨てました。捨てられてもなおあなたに尽くせと言い残してあの世へ行った母はとんだうつけ者です。そしてその母の遺言を守ってここへ来た私はさらなるうつけ者と言えるでしょう。私はただ母への思いだけでここへ来たのです。あなたのご安泰を見届けたらおそばを離れます。ではこのままそばにいてはくれるのか。はい。申し上げます。大目付千々岩様、お目通りを願い出ておられます。通せ。はは。じい、モンド様。息災であったか。はい。よくここまでご成人遊ばされました。ようここまでご立派に。じいも年を取ったな。はい。もう隠居いたしたい年ではございますが、このような状況でございまして、モンド様のお姿を見てひとまず安堵いたしました。母上、ご指示通り父上のもとへ参りました。
ど、母はもうこの世には生きてはおられぬ身となりました。この杯を母と思うて、母上、この杯は父上からいただいたもの。母がそなたを産んで共に死のうと毒を飲んだ杯。思い返して幼いそなたのためにもう一度生きようと毒消しを飲んだのもこの杯。この杯を母と思うて生きながらえてほしいのです。生きながらえて吉宗様を、そなたの父上をお守りして差し上げるのです。頼みます。忠相、門戸様、ご無事で。無事なものか黒曹操。存じております。この度の上様と尾張様の確執、なかなか根深いものにございます。甲賀が動いておる。甲賀だけではございませぬ。あちこち根を張り広がっております。尾張の宗春様の姉君、今は宇都宮藩松平忠政殿のご生母妙見院様の動きにいささか腑に落ちぬものがございます。買い投げ者どめが、あの者さえ城中に入らねば吉宗はとうに命を縮めておったものを他に手の打ちようがないのか。そなたの申す通り手配は整えてある。信じてよいのじゃな。我が弟宗春が必ずや九代将軍になるのじゃな。将軍が床入れの時は遅い寝の床を述べるのが慣習とされた。しかも将軍を絶対に見ることを許されなかった。無論眠ることもである。上様、お命頂戴つかまつる。誰かお出会い召され。お墨付きをいただきます。茜は尾張の官庁。上様、お出会い召され。さあ早うお墨付きを。後に八代将軍を辞し九代将軍に尾張宗春様を推挙なされるとお書きください。いかに上様。誰か。矢島、あなたも尾張の官女。わかんない。近づいてはなりませぬぞ。力をお貸しくだされ。尾張様に味方するお方、私に力を。萩の歌の矢島まで。上様、お墨付きを。門戸、お心のままに。世は八代将軍吉宗として死ぬ。死しての尾張を倒す。小瀬殿。はい。命は残してある始末。はい。茜。顔を上げるのだ。千々岩の娘です。身分を隠し大奥へ入り探索に当たっていたよし。仮にも上様に刃を向けました罪は死をもってしてもあがなうことは。千々岩の娘、茜とやらようやった。一つだけ伺っておきたいことがございます。なんだ。志乃様のことでございます。
母の何が知りたい？モンド様は母上のお亡骸にお会いになられたのでございましょうが。母は自害した。毒を飲んで人知れずあの世へ行った。母は土に帰ったのだ。何故のご自害を？お差し支えなければお聞かせ願いたい。なぜだ？なぜ母のことを聞く？申せ。我が母のことがこたびの騒動に関わりがあるのか？まだ申し上げられません。そうでなければよいがと念じております。じい、聞きたいことがある。はい。忠相がいきなり私に聞いてきた。我が母のことだ。亡骸に会うたかと。なぜそのようなことを聞くのだろうか。モンド様突然のご出現ゆえ、いろいろ面白おかしい説をなす者がおるだけのこと、お気になさるようなことではございません。生きているという噂でもあるのか。ございません。どうした？少々酔うたようで。横になるがよい。あ、いやいや、そうじゃ。茜。はい。母が教えたあのわらべ歌、覚えておるか？覚えておりますとも。歌うてくれ。はい。トントンお寺の道成寺、釣り鐘おろいて身を隠し、安心清姫茶に化けて、七重も巻かれて一回り、七重も巻かれて一回り、一回さあ飲みなさい。モンド、そなたは飼い投げ家の子ではありませぬか。恐ろしいことはありません。母がついてます。さあ飲みなさい。飼い投げ家は代々紀州藩お毒味役として仕え、その修練は極めて厳しく、命を懸けて役目を果たさねばならぬ母と子であった。それは母と子の愛であり絆でもあった。その遠い日々は二人にとって一番幸せの時であったかもしれない。知事はそこに書いてあることは事実か？このような馬鹿げたことあろうはずはござらん。もし事実ならば天が騒乱のもとになる。上様は失脚は無論、幕閣は瓦解。かかる事態になった以上
事の真相を究明し国脈をつけねばならん。その方上様紀州藩士であられた時のおそばようにあと紀州家に関わった人間は町奉行大岡忠相。どこで手に入れられましたこの怪文書？我が屋敷に投げ込まれてあった。もしや尾張の手の者の？口を慎め。いかがなさるおつもりか？早々に閣議を開く。上様にもご出座を願う所存。土屋相模守様は本心の知れぬ男にございます。尾張宗春様を九代将軍にと画策する者たちの一人ではないかとの噂もございまするが正体が知りませぬ。昨日呼び出しを受けその投げ文の内容を聞きました。申してみ。恐れながら投げ文には上様はお部屋住みの折買い投げしのなる女人と年頃になりそのしのを使ってあることを犯しそれによって紀州藩主になったものである。そのしのは生きているとしたためてあるとのこと。余が死のを使うて何を犯したと？上様の兄君二人を毒殺。くしくも門戸様篠様の買い投げ家はお毒味をもってご奉公つかまつるお家から毒を扱うはいわばご正義をもしも書かれてあることが事実であり。事実にございまする。門戸様まことでございますか？母だ。母は自分を捨てた男への愛と憎しみから部屋住みの男に捨てられたと思うよりも紀州藩主ならば諦めもつくと考えたのでしょう。母は上様を憎みながらも愛していました。上様はご存知のことと思っておりました。門戸、死のは生きておるのか？生きてはおりませぬ。門戸、門戸。篠様は尾張の息のかかった者の手にあると思います。尾張は将軍職奪回を図るため篠様を利用する気でございましょう。もはや幕府にとって容易ならざる事態。申し訳ないが私が動きます。私が動いて母なる人を消すしかござる。生きてるはずはない。もし生きていれば私が切る。門戸様、誰も部屋に入れてはならぬと父からきつく言われております。聞かねばならぬことがある。門戸様、
じい、母は生きているのか。じい、私が毒消しをお飲ませいたし生き返らせました。幼いあなた様のため今一度生きてほしいと願うたのでござりまする。死ぬ様が死のうとなされたのはすべてこの千々岩殿の真の責め。死んでお詫びをいたしまする。じい、話してくれ。事実を教えてくれ。当時紀州55万石の総意は吉宗様に向かっておりました。藩主に押す声は日々に高まり、それを怒った二人の兄君が吉宗様を消そうとなされました。そのことをふと志乃様に、上様は藩主はもとよりゆくゆくは将軍職にも就かれる立派なお方。志乃様は身を退く決心をなさったのでございます。あなた様に毒を飲ませ自らも毒を煽って死のうと。しかし思い直し、あなた様の毒を吐かせ自らも水を飲んで毒を吐き、どうにか一命を取り留めました。武家の家に生まれた者の悲しい定め。本当さん、飼い投げ家の者として立派なお毒味役にお育て申したがと、志乃様は上様の二人の兄君を亡き者とし、その罪の贖いとして再び毒を煽り、私があの杯をもろうた時が。じい、影腹を切っただろう。じい、志乃様のお心を追い込んだのは私。上様と志乃様を引き裂いたも同然。じい、野沢、すべてはこのじいがあの世へ持ってる。じい、母上は母上は千住、宇都宮の
千住院に母上があがれ！血を抱いてやる。死を覚悟で大罪を犯した母、もし母上がご存命ならば、私はこの手でその母の命を殺めねばならぬ。そうすることが母への愛だ。志乃様のことだが。何か？まんざらでたらめの噂ではないと考える方が。先日も申し上げました。握りつぶして無視されるのが政りごとを預かる者の心得かと存じます。大目付がああいうことになってはの。例の怪文書だが、出どころは野州宇都宮七万石松平忠政殿の領内と分かった。宇都宮。どう対処したらいいものか意見を伺いたい。松平忠政殿。いまだ動かしがたい証拠は現れるに至っておりませぬが、しかし放置しておいて天下の一大事になってからでは遅く、さりとて調べようもなく。ではこういたそうかの相模。例年ならば名代で済ませておるあの日光の社さん、今年は夜が参ろう。でその途中松平忠政かに会うて直々に聞いてみよう。はしかしながら突然のことで警護のことなど間に合いますか？いやそれはの名代と同じ警護でよい。お言葉でございますゆえ。そういえば宇都宮では将軍家歴代の御霊をお祭り申し上げるため新しく仏像をお迎えいたしたとか。おお、忠政がか。上様に御座賜ればどんなに喜ぶことか。良きに計らえ。
ついに望みが叶うの相模の神殿。すべてそなたのおかげじゃ。いや、最後の仕上げはこれから。買い投げ問答か。見つけ次第殺せと甲賀大丞に命じてある。宇都宮には決して入れてはならぬと。妙見院様は大したお方。その方の働きおろそかには思っておりませぬぞ。この土屋に尾張様のお血筋をいただきとうござる。我が土屋家を揺るがぬものにしたい。今こそ恨み晴らす時じゃ。呪え鶴、呪え、呪うのだ。おにぎりなぜ来た？一緒に行きます。ならぬ。ついて行きます。茜、そこでは寒かろう。こちらへ来るがよい。はい。
私に近づく者は不幸になる。いいのです。これは私にとって死での旅になるかもしれぬ。モンド様をお守りすることはあなたを思う亡き父の願い。私も父の子、願いは一つなのです。愛おしく思う父ゆえに、その亡き父になり代わってあなたをお守りいたします。私も父を愛おしく思う母の手で父のために毒の技を修練し、父のために全てを投げ出している。互いに同じ定めか。心が乾くであろう。死体の始末に迷惑を被る。故に命を残してきた。早々に立ち返れ。目を狙え。あかねモンド様。茜。私は幸せ。菩薩像の海面平安を祈願いたし、新たに安置奉りました。申し上げます。何じゃ。ただいま江戸表より早馬にて上様直々の日光御参詣と決定。すでにご出立遊ばされた由にございます。ご苦労。思惑通りに来た。十機や抜かりないな。
母上、吉宗め来るそうですぞ。吉宗が来る。吉宗が来る。手はすっかりできている。抜かりはないな。万事はこの胸の内に。千住にへ行き、精神人を連れてまいれ。動かぬ生き証人を。はっ。何者だ。どなた？誰かおられるのですか？目がお見えにならんのか。どなたでございます？モンドにございまする。モンド？飼い投げモンドにございまする。飼い投げ。はて、この私に何かご用がございますか？母上。母上。お前様に母と呼ばれる覚えはございませぬが。飼い投げモンドにございまする。20年にも及ばんとする心の苦しみをお察し申しますが、この私に何をお隠しになるのですか？私が何を隠さなくてはならないのでしょう。モンド殿とやら覚えがないのです。こう思った覚えがないのです。では志乃という名は？志乃。徳川吉宗。知事は伝の臣。
ないない思い出せない思い出せない思い出せないのです。もし母上、思い出したい。このままではつらい。あなたは以前の記憶を失ってしまわれたのですね。遠い記憶がみんなどこかへ離れていってしまいました。貝投げ問答、徳川吉宗、は天のし母上に手を引かれ、夕べの浜にいで西の海に沈む夕日をよく眺めました。その夕日に染まった母上の顔に涙の跡を見て、幼心にも寂しい思いに駆られたことは幾度か。今でもはっきりと思い描くことができるのです。聞こえます聞こえます。渚を洗う潮剤がかすかに聞こえる。もういい思い出さないでほしい。幼子の手を引いて浜辺を夕日の中を歩いています。どんどんお寺の道成寺、釣り鐘をろいて身を隠し、半人清姫何化けて七重も巻かれてそれではそなたは我が子モンドなぜ暴虐の彼方からあなたを呼び戻してしまった私はなんと残酷なく。ありがとう。私はむごい母、赤子のそなたに毒を飲ませた鬼のような母なのです。記憶を失っていたればこそ生きていられた。しかしモンド、礼を言います。よく母を訪ね
進めてくれました。上様お行列、ただいまご領内に入りましてございます。お出迎えの用意。精神にはまだか。大丈夫、精神にを。その杯はあの夜あなたが父上をお守りせよと私に託されたものでございまする。私はあのお方の兄上様をお二人までもこの手で毒を。そなたに渡してそなたと別れた後人知れず死ぬつもりでおりました。私は小さな庵に逃げ込んだのです。私はそこで毒を飲みました。帰ったのですね。じじいはお命をお助けしたのです。私の命をじじいは。そして父上からあなたを離すためここ千住院へ。胸に抱かれた私は今でも幸せ者です。定めに引き裂かれた母と子二人、修羅の道に生きようと。あなたがなされたこと愛か憎しみか私は大いなる愛と受け取りてそんなあなたが哀れなるがゆえになお一層愛おしいと思うて今日まで生きてまいりました。母上の心を心として生きてきたこのモンドは天下一の愚か者でございました。この涙は哀れな母を
貶んでくれる涙なのか。愚か者の愚か者の己に流すのでございまする。会えてよかった。お別れいたしまする。許しておくれ、モント。無明の闇を切なく生きて、切なく生きてきたそなたに報いるためには、こうするよりも母の道がないのです。父上にもお許しを。母に会うたか。
精神にを何とした？静かに静かに仏門に仕えておるもん。お主、我らが甲賀の悲願をよくも砕きおったな。上様にはこたび日光社参にあたりこの宇都宮にお立ち寄りになられましたこと誠に光栄強烈至極に存じます。その方が忠政か？はい。恐れながら将軍家の平安を祈願いたし新たに安置奉りました地母観音菩薩像の開眼法会を営むにあたり上様の御座言主御座言主を願い奉りたくお待ち申しておりました。それは首相なる心がけじゃ。ありがたきお言葉にござりまする。その前に一つ聞いておきたいことがある。は？江戸城内に妙な噂が立っての。余が紀州藩主になる際我が兄を毒殺したというのじゃ。しかもなその生き証人が当藩の中におるという。どうじゃこれはまことかの？それともただの噂かの？事実にございます。私はこの日が来るのをずっと夢に見てきましたぞ、吉宗殿。そちは何者じゃ？忠政が母妙慶院。八代将軍ももはやこれまで若き日の過ちとはいえ兄君毒殺とは許せぬ大悪人。即刻我が弟尾張宗春殿に将軍職をお譲りいただきます。土屋この企てその方が尾張と仕組んだものか？間もなく志乃様が参られまする。お覚悟。上様生死をおかき遊ばしまするよう。さあお書きあれ。さあ待て！大岡忠相。無礼なるぞ土屋相模守。すでに買い投げ者殿が甲賀大事を呼び甲賀忍びの者どもを討ち取った。
これにてその方らの謀反は明白。追って上様のお定るまで神妙にいたせ。死ぬ。これが母上です。モンド。天命を知る。知るがゆえに旅立たねばなりませぬ。されば乾いて候。許しておくれ、許しておくれ、モンド。無明の闇を切なく生きてきたそなたに報いるためには、こうするよりほか母の道はないのです。母上、読みへの道、御ともつかまつりまする。